皆さんはカッパドキアに行ったことがあるでしょうか？トルコの中心部にあり、世界的に有名な観光地ですが、今回はカッパドキアのリアルをお届けしたいと思います。一緒に旅を楽しんでいきましょう。Hello, this is Gon ということで、現在トルコのイスタンブールにいるんですが、今からトルコで最も有名な場所、カッパドキアに行っていきたいと思います。でカッパドキアに行く方法は、陸路と空路に分かれるんですけど、空路でもね3000円ほどで行けるということで、今回は飛行機で、さっさと行きたいと思います。ということで早速ですが行ってみましょう。ということでイスタンブール空港着いたんですけど、人がねえぐいですね。かなり並んでる。国内線ねだいぶ早めにチェックインしたんですけど、チェックインして、中にね入った瞬間にねこんな感じで、いろんなね、ショップが並んでますね。見た感じねどれも300トルコリラ以上はするんで、でもここ安いですね。200トルコリラぐらい。空港価格ではあるんですけど、イスタンブールのその観光地の値段と、そんなに変わらないっていう感じですね。ただね別にそんなにお腹空いてないんで、ちょっとねカッパドキアでご飯を食べたいということでレストランはスルーしたいと思います。結構ね国内線でも広くて綺麗ですね。特にお腹は空いてないんでカフェをね探してたんですけど、国内線にもスターバックスがありましたね。スターバックスの向かいにはこんな感じで軽食屋さんもありますね。だいたいこういったサンドで200トルコリラぐらい、これで1000円ぐらいしますね。ということで、アイスキャラメルラテグランデですね、150リラになります。日本とそんなに値段変わらないですね。ということで搭乗1時間前になったんでゲートの方に向かっていきましょう。イスタンブール空港ね結構広いんで、割とね時間には余裕を持った方がいいですね。いよいよ出発ですね。カッパドキアまでだいたい1時間半ぐらいのフライトになります。ということでカッパドキア到着しました。ついに来たね。ワクワクが止まらんちなみに空港はこんな感じでですね、かなり小さめの空港ですね。空港ね入ってくるともうすぐにこんな感じでバゲージクレームになってて、でこれを通り抜けるともう空港の外に出られるようになってます。かなり小さい空港ですね。今回はですねシャトルバス予約してるんで、多分自分の名前がどこかにあるはず。パッと見た感じね自分の名前なかったんでまだ来てないかもですね。一応ね当日の予約してるんで大丈夫だと思うんですけど、ただ当日予約っていうのがちょっと気になりますね。もしかしたら漏れてる可能性もあるかもしれない。みんなね行ってしまいましたね。自分これ漏れてる可能性めちゃくちゃ高そう。ちょっと他の人のバスに乗れるか聞いてみましょう。ということでシャトルバスねちょっと予約が漏れてたっぽいんで、タクシーをねシェアしていきたいと思います。一応3人で50ユーロなんで。ということでねシャトル漏れてたんですけど、なんとかね韓国の方にシェアしてもらって、だいぶね安く来ることができました。ということでチェックインしていきましょう。今日泊まるホテルはこちらキャッスルケーブホテルですね。チェックインしていきましょう。はい、ということで今回ね泊まっているホテルキャッスルケーブホテルっていうんですけど、ここねえげつないほどいいホテルなんで、ぜひ皆さんに紹介したいと思います。ということで、部屋の方をどうぞ。さあ今回自分が泊まる部屋はこちらですね。201号室になります。これねマジでえげつない。こんな感じですね。ケーブホテルという名前の通り、ホラー穴の中にね作られたホテルになってます。でこれ広さもねえげつないですし、清潔感抜群で、しかもかなりおしゃれということで、いやー上がりますね。しかもこれなんと1泊約6000円でございます。
反対側から撮るとこんな感じ。しっかりとねソファーとかもあって素晴らしいですね。しっかりと作業台、そして鏡もあって、そしてシャワールームもねなかなかおしゃれな感じになってます。こちらがシャワールームになります。シャワールームもね上を見たらこんな感じで、もうホラーの中にねそのまま建てられたようになってますね。そして奥には洗面台があります。洗面台やや狭いですけど全然 OK です。一応水圧チェックしておきますか。素晴らしい。トルコはね水圧に関しては全然問題ないですね。いや、ということで久々にねえげつないホテルに泊まってますね。ここのホテルねテラスからの眺めも素晴らしいので、ちょっとね外の方歩いてみたいと思います。部屋を出るとねもうこんな景色が広がってます。これすごくない？もうカッパドキアに来たっていう感じがしますよね、これ。で、このホテルこんな感じで、もうそのままねホテルの名前の通りケーブの中に作られたものなんですけど、これをね上に上がっていくとさらにすごい景色が広がってます。正直ね今まで泊まったホテルの中でダントツでナンバーワンかもしれん。それほどねえぐい景色ですよ。じゃじゃーん、これですよね素晴らしすぎる。でこれね朝ねまたバルーンが上がっていく時にねすごい景色が見れると思うので、またね明日の朝撮影していきたいと思います。さあ、ということで早速ね街の方を散策していきましょう。これねすごいよいやー、多分ねこういうのって本当映像だとね伝わりきらないと思うんですけど、景色がね本当すごいですよ。ちょっと前にね薄栗に行った時にすごい感動したんですけど、その時と同じレベルで感動しております。なんかすごいおしゃれな壁がありましたね。何のお店だろう。で今から向かうのはギョレメの、メインストリートになってる場所ですね。ここら辺はねとりあえずお土産屋さんストリートみたいな感じになってますね。ただね正直イスタンブールの時は全然物が欲しくならなかったんですけど、ここはね買いたいなって感じますね。こんな感じで絨毯屋さんもありますね。このモフモフの絨毯ってあれかな、ハルさんが触ってたやつかな。こんな感じでねトルコ絨毯トルコで有名なんで、あとはこんな感じで装飾品屋さんもありますね。とりあえず今からねちょっとご飯を食べに行きたいと思います。もうね街の至る所にこういう岩が立ってます。面白いよね。いやー、世界中のねいろんなところに行ってるんですけど、前回行ったウシュグリ、そしてこのカッパドキア、今のところトップ2かもしれないいやーすごいね。世界一美しい景色と言われるだけのことはありますね、本当に。今日はねもう結構遅いんで夕ご飯を食べて、あとはどこかでね買い物をしてホテルに戻ろうかと思うんですけど、ただねレストランも結構楽しみですね。これかな。今回はこちらインシケイブレストラントに行ってきたいと思います。ここね雰囲気もかなりいいですね。入っていきましょう。メニューはねこんな感じで、正直安くはないんですけど、今回これねお目当てのツボケバブを頼んでみたいと思います。ということでツボケバブ来ましたね。 Did you see the line? Under the line, this side, just smoke it, please. Super. Would you like to smell? Great. Thank you very much. カッパドキア名物のツボケバブ、値段はやや高めになります。ということでいただきます。ツボケバブをいざ実食。正直な感想を言うと思ったよりかなり普通な味でした。
お店の雰囲気とツボケバブの体験というところに価値を感じる方にはお勧めできるかなと思います。ちょっとねコンビニに寄ってこれ買ったんですけど、これまさかの75リラ、超高えびっくりしました。本当はねもう1本缶コーヒー買ったんですけど、缶コーヒーも75リラって言われて、さすがにぼったすぎだろうって思って1個返しました。75はね明らかにおかしい値段が、あれはぼったくりの可能性ありますね。ちなみに他のね値段が表示されてるお店に行ったら普通に缶系はね25リラとかだったんで、75、3倍の値段なんで、あれはさすがに俺はぼったくりを疑いますね。ということで今日はね、明日に備えて寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。カッパドキア2日目の朝ですね。いやー、外出てきたんですけど、今目の前にすごい光景がね広がってますね。皆さんにもねこれを、お届けしたいと思います。よくね写真とかで見る景色がねこちらになります。まさに絶景ですね。めちゃくちゃぶつかりそうすごいなこれ。ということで、朝のね景色を堪能したので朝ごはんを食べに行きましょう。このホテルね朝ごはんついてます。ということで朝ごはんはバイキング形式ですね。こんな感じでいろいろと選ぶことができます。ということで今日の朝ごはんこんな感じですね。かなりね品目はあるんでいろいろとね選べることができますね。さあということで朝ごはんをね食べ終えたので今からねカッパドキア回っていこうと思います。基本的にねそのレッドツアーとかグリーンツアーとかのツアーにね、参加して回るのが一般的なんですけど、今回はちょっと一人で散策していこうと思います。このギョレメの風景ね朝昼晩でねまた全然違った形になるんで、いつ見ても変化があって面白いですね。ということでまずはですねバス会社に行って、明日のねシャトルバスを予約したいと思います。カッパドキアのねその空港に行く手段っていうのはねもうバスしかなくて、でしかもそのバスは予約をしないと乗れないということで、なかなかね交通は不便なんですよね。カッパドキアのお土産屋さんはいいですね。このカッパドキアっていうのがすぐ分かるようにカッパドキアのバルーンもね売ってますね。ということでギョレメのね中心部までやってきたんですけど、ここら辺にねこんな感じでバス会社がねずらーっと並んでますね。ここでね予約をしていきたいと思います。こんな感じでですねカッパドキアの周辺ねかなり観光スポットがばらけてるんで、下に書いてある通りレッドツアーとグリーンツアーっていうツアーがあって、大体ねみんなこのツアーに参加していく形になりますね。はい、ということで、バス会社でね明日のバスを予約してきました。結構ね安かったですね。ここから7ユーロでネブシェヒル空港にね行くことができますね。で今からですねゼルベっていう場所に行きたいんですけど、そこに行くにはどうしたらいいかって聞いたら、ここから200メートルね歩いたところにバスストップがあるらしいんで、その場所に向かいたいと思います。バスで行けるんですね。なんかカッパドキアってね基本的にそのバス、交通の便がねかなり悪いということでバスはなさそうだったんですけど、今回はあるということで探してみたいと思います。ちなみにカッパドキアではウーバーは使えないんですけど、こんな感じで、タクシーはね普通に街中にたくさんいますね。ということでバス停発見したんですけど、例のごとく時刻表とか路線図とか全くなくて何も分かりませんねここに待ってたら多分来るとは思うんですけど、全く情報がないです。ゼルベ Zelve. ゼルベ You will wait. You see the 50? If you wait there, also the bus is coming this side. 50 sign. Yeah, yeah. OK. Thank you. So after 50, 20 minutes. OK。 ということで聞いてみたらですねバスは普通に機能してて、でここのね50のサインで待ってたら来るよって言われたんで、ここで待っていきたいと思います。にしても全然バス停っぽくはないんで、これ観光客は聞かないと絶対にわからないですね。この道で待ってます。なんとかゼルベに向かいそうです。ゼルベに
行くかって聞いて乗ったんですけどなんかすごいところで降ろされたんですけど、一体どこですかこれは。荒野のど真ん中に降ろされましたちょっとね、どうするかな。まあ Google マップあるんで、なんとか歩いて向かっていきますかね。途中でバスが通ることを願いましょう。いやー、これはさすがにえぐいってこんな荒野のど真ん中に降ろされるとは全く思ってもなかったですね。まあでもね、これがその旅っていう感じがしていいですよねツアーに参加してたらこんなことはね絶対起こらなかったと思うんで。そしてこの、ゼルビまでの道3キロらしいですね。まあ3キロだったらなんとか歩いていけるか頑張ろう。いやー、これぞ旅だねまあこういうことはないとやっぱ旅は楽しくないですからね。まあ前回ね、その牛久に行った時もそうでしたけど、やっぱり旅感をねしっかりと味わっていきたい。もうねずっと歩いてるんですけど、もう景色ずっと同じなんで近寄っているのかすらもわからん。まあ多分これをずっとまっすぐ行ったらあるんでしょう。いやー、でもあれだね、なんか向こうの方とかこっちの方とか人がね、まあツアーしてる人が絶対行かないようなところに行ってみるのも面白いかもしれないですね。ということで、この岩のね真下まで来たんですけど、これ何なんだろうね。よいしょ。明らかにまあ人が持ってきたものなんですけど、中には岩しか入ってないですね。マジで何なのかが謎すぎる。何かこれ知ってる人いたら教えてくださいでね、ここら辺歩いてて気づいたことがあるんですけど、こんな感じでその砂が盛られていて、砂の中にね、木が植えられているんですよね。ここら辺はもう植林化されてるんですね。まあ完全に荒野ということで、まあ果たしてこれが育つのか謎ではありますが、こうやって努力をねしているということが分かりました。これはこの荒野を歩かないと気づくことがなかったポイントですね。いやー、景色えぐいですね。まあ、この中世の頃にねこの地に移り住んだ人たちがいるんですけど、まあ、どういう気持ちでこの地をね開拓していったのかがすごい気になりますね。ついにねたどり着いたかもしれませんね。今妖精の煙突っていう場所に向かってるんですけど、それっぽいものが見えてきました。ということでたどり着きましたね。まあみんなバスでねツアーでやってきますよねこんなところに歩いてくるのはね多分自分ぐらいですね。妖精の煙突に到着。入場料は約1300円。もう月並みな言葉ではあるんですけど、すごすぎる。自然にねこの形になったっていうのが本当にすごいですよね。この近くにねラクダ岩っていう有名な岩があるんですけど、この岩もねなんかラクダっぽく見えますよねかわいい。でこの妖精の煙突なんですけど、まあ、その名前の通りこの岩の中にね、妖精が住んでいるという言い伝えから、こういった名前が付けられたそうです。まあ、ただ実際にはビザンチン時代に、キリスト教の修道士が隠れ住んでいた場所になっていて、でそういった理由から、現地では修道士の谷とも言われているみたいですね。でカッパドキアにあるこういった奇岩は火山灰が長い年月をかけて浸食されていって自然に作られていったという歴史があるものなんですよね。いやー本当にすごい。ここなんかは昔ね住居として使われてたっていうのがよくわかりますね。いやーここもすごいですね。この岩は完全にもう住居として使われていた岩ですね。すごっ。この岩全体がねもうこうした感じで隠れ家になっていたんですね。さあということで次はね、この近くにあるベルゼっていうところに向かいたいと思います。ここからね
多分徒歩で2、30分ぐらいかかる場所ですね。例によって歩いていきます歩いて向かってたんですけど、途中にねなんか面白そうな洞窟がありましたね。あれもねくり抜かれてるんで、おそらく隠れ家になっていたところではないかなと。そして手前には野良のワンちゃん、何匹いるでしょうこんな感じでね、草原にめちゃくちゃいっぱい野良のワンちゃんがいます。すごいね。今度はね歩いてたらヤギとか牛が放牧されてました。こんなカッパドキアの美しい大地で放牧されるってめちゃくちゃ幸せですよねそして次第に見えてきたのが、ゼルベ野外博物館ですね。いやー、ここもすごい景色になってます。ということで、これね妖精の煙突で買ったチケットなんですけど、ゼルベでも使えるみたいですね。ということで次はこちらゼルベ野外博物館にやってきました。こちらも妖精の煙突と同じように中世において修道士の隠れ家となっていた場所ですね。一時期はねキリスト教徒とイスラム教徒が共存していたエリアということで、かなり興味深い場所になっています。ということでゼルベ堪能したので、ギョレメの方に帰りたいと思います。例によってねバス停ないんで、このアイスクリーム屋さんの近くで待ってるって言われました。さっきねトルコ絨毯のお店で値段聞いてみたんですけど、この小さいサイズでも150ドルって言われましたね。結構高い。でこの小さいやつは機械で折ってるって言ってましたね。それでもその値段するみたいです。ということで、この気になってたバルーンのお土産買いました。これね革製なんですけど、1個200リラでした。で小さいのとセットで250リラに負けてくれましたね。これはお土産に結構いいと思います。さあということで、いい感じの時間になってきたので、サンセットポイントに向かいましょう。おすごいな、これすごいね。こんなとこでパリピ用の店がありますね。でこの上のポイントにね人が集まってるんですけど、あそこがね、サンセットポイントになります。もうねずーっと上にね登ってきたところにあるんで、登るのが大変なんですけど、それだけねこの場所から見えるのが絶景ということで、かなり多くのね観光客の人が集まってるみたいですね。で今登ってきてるんですけど、もうすでにね景色素晴らしいですね。なるほどね。でこれがねその綺麗な夕焼けと組み合わさるとね、さらにすごい景色になっていくんじゃないかなと。いやということで絶景をね堪能することができましたね正直この絶景ね見るべきだと思いますので、カッパドキアに来た際はね、ぜひ立ち寄ってみてください。ということでホテルの方に戻っていきましょう。でカッパドキアの総評なんですけど、来るべき街っていうのはねもう皆さんご存知の通りだと思いますので、他の部分を話しますと、その絶対にねツアーに参加した方がいいって言われてるんですけど、ツアーね参加しなくていいです。これはね本当にツアー自分だったら参加しないですね。これはどの観光地に行くにしてもそのツアーじゃなくてバスでね行くことができるんで、ガイドがね必要ないってなったらもうツアーである必要がないんでね、特にねその時間がある人に関しては、ツアーじゃなくてバスとかで移動するのがおすすめですね。旅中にねその一人旅してる他の人にもね結構あったんですけど、やっぱその一人旅してる人はみんなねバス移動でしたね。ツアーとかは参加してなかったです。はい、ということで次回からはエジプト編になります。エジプトね世界三大うざい国ということで、今からねどういう旅になるのかかなり楽しみですね。ということで最後にね、よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。